どうも、男中村です。本物の甜麺醤を仕込んでからとうとう1年が経ちました。1年熟成させる予定でしたから、これで完成になります。本物の甜麺醤をご存じない方は1年前のこの動画を見てくださいね。私があえて本物と言ってるのには訳があるんですよ。日本の甜麺醤はもう全部偽物なんですよ。別に話持ってるわけじゃないですよ。本当ですよ。この動画を見てもらったら分かりますよ。でもこの動画を見てない方のためにもちょっと簡単に説明しますね。動画を見てくださった方も復習やと思って見てくださいね。これは日本に売ってる SB 食品の甜麺醤です。原材料を見ると中華大豆味噌、砂糖、ごまペースト、醤油、カラメル色素っていう風に大豆をベースに作られていることが分かります。またこれ有機の甜麺醤、これの原材料は味噌、砂糖、植物油脂、醤油と、これも味噌が原料に作られていることが分かります。そしてこの分厚い本、これは世界中の料理のことが書かれた本なんですけど、この本の中に小麦粉を原料にして作られた甘味噌ですって書いてあります。またこの本にも小麦文化圏である中国北部地方から生まれた調味料で、小麦粉に麹を加えて発酵させた甘い味噌ですと書かれています。このように甜麺醤っていうのは本当は小麦粉を原料に作られているものなのに、日本では大豆を原料に作られているんですよ。だから日本の甜麺醤は偽物だって言ってるんですよ。日本の甜麺醤が偽物ってことが分かりましたね。それで本物の甜麺醤は小麦粉を原料に作ることも分かりました。では本物の甜麺醤はどのように作るんでしょうか。この作り方を調べるのに時間がかかったんですよ。だって日本語の文献を調べてもどこにも本物の作り方が載ってないんですよ。ウェブで日本語で調べても本物の甜麺醤の作り方っていうのは小麦粉を原料に作るってことは書かれてるんですけど、小麦粉をどのようにして作るかってところまでは書かれてないんですよ。それで今回の動画を作るにあたってまた日本語でちょっとウェブで調べてみたんですけど、一つだけ料理ブログでレシピ化されたものを書いてるブログがあったんですよ。それは私のブログだったんですけどね。私はどうやって本物のレシピを調べたのかと言いますと、中国語のウェブサイトを調べたんですよ。もちろん中国語を読むことはできないんですけど、今では翻訳アプリがありますからね。翻訳アプリで中国語を日本語に翻訳したものを読んだって、今の翻訳アプリではちょっと難解な文章になるんですけどね、解読難しいんですけど、なんとかそれを解読して作ってみました。その作り方をざっと簡単に説明すると、まず小麦粉で蒸しパンを作る。蒸しパンに麹菌を生やして蒸しパン麹を作る。蒸しパン麹を塩水につけて熟成発酵させる。こういう流れで甜麺醤を作ります。ホームベーカリーでパン生地をこねて、これを鍋で15分ぐらい蒸しました。膨らんで湯気が出てますね。これで蒸しパンが完成しました。蒸しパンを手で細かくちぎります。麹菌です。ここに麹菌を振りかけて混ぜます。混ざったものをタッパーに入れて30度ぐらいの温度で保温します。これを仕込んだのは夏ですから、常温で置いておいたら30度で保温したのとほとんど同じです。丸1日置いておけばちょっと色が変わって白いモフモフができました。匂いも麹の匂い、日本酒みたいなボワーンとした匂いがしています。これで蒸しパン麹ができました。塩水を作って蒸しパン麹を瓶に入れて塩水を注ぎます。スプーンで押さえつけてます。これで仕込みは完成です。これを1年熟成させます。仕込んでから3週間経過。ちょっと色が変わってきました。空気に触れる部分にカビが生えるかもしれないと思ってましたけど、表面に白いカビが生えてますが、これはきっと麹菌です。麹菌が他の雑菌からガードしてくれてるので、カビ対策は何もせずにこのままで大丈夫でしょう。仕込んでから243日経過。秋冬を越して春になりました。少し色が濃くなりました。仕込んでから308日経過。また気温が高い季節に入ってきました。また少し色が濃くなりました。このように瓶を傾けてみると、少しだけ水分が染み出しているのがわかります。仕込んでから350日経過。真夏になりました。
さらに色が濃くなりました。仕込んでから378日経過。映像では分かりにくいかもしれませんが、さらに色が濃くなっています。瓶を傾けてみると水分が染み出しているのが分かりますね。さて、これが378日経過した甜麺醤です。で、ちょっと開けて匂いを嗅いでみましょう。味噌というか醤油というか、そういう匂いがします。以前仕込んだ白たまりに似てます。白たまりをご存知ない方はこの動画見てくださいね。白たまりっていうのは小麦 100% の言うてみればお醤油みたいなもんです。ではちょっと味見してみましょう。スプーンでちょっとすくって、おお、味噌ですよ。甘い味噌ですよ。すっごい麹の香りがしますね。これの味も白玉に似てるっちゃ似てますね。原材料が同じですからね。甘くてすごい麹の香りがする味噌ですね。これなら大豆で作った味噌にお砂糖を入れて甘い味噌を作ってこれでよしって思う気持ちもわからなくはないですね。でもやっぱりこの香りが違いますよ。香りがいいですよ。美味しい甜麺醤になってます。というわけで甜麺醤を作った料理を一品作ってみようと思います。1年前の動画で甜麺醤が完成したら北京ダックを作るって言ってましたけど、北京ダックはまた別の動画で作りますね。今回は北京ダックよりももうちょっと簡単な料理、甜麺醤を使ったホイコーローを作ろうと思います。では作っていきましょう。ホイコーローの材料はご覧の通りです。動画の説明欄に書いておきますね。まずは豚肉を15分ぐらい茹でます。豚肉を茹でている間に野菜を切ります。ピーマンは真っ二つに切って種を取り除いて一口大に切ります。ネギは斜めにぶつ切りにします。キャベツは一口大にざく切りにします。ニンニクはスライスしておきます。豚肉を15分茹でたら取り出します。温かいうちに薄切りにします。フライパンを熱し油を広げ野菜を炒めます。強火で軽く火を通すだけです。野菜が少ししんなりしたら火を止めてお皿に入れておきます。お皿が小さくてはみ出してしまいました。またフライパンを熱して油を広げます。豚肉を強火で炒めます。こんがり香ばしい香りがしてきたらニンニク、豆板醤、甜麺醤、チューニャン、野菜を入れます。混ぜます。最後に紹興酒、醤油、混ぜます。これで完成です。お皿に盛ります。ホイコーローが完成しました。はい、では完成したホイコーローをいただきます。まずは小皿に取ります。ではいただきます。うまい。普通にうまいです。真剣に本格中華のレシピを見てそれで作ったんでやっぱりうまいですね。それで問題の甜麺醤ですが、
やっぱり本物の甜麺醤の味は効いてますよ。甘い味噌ではあるものの麹の香りがやっぱり完成した料理にも麹の香りがぷわーんと広がってます。麹の香りっていうのは熟成したお味噌の香りですね。熟成したお味噌の香りが心地よい香りが広がってくるんですよ、口の中で。あとさっき言ってなかったんですけど、甜麺醤をそのまま試食した時に言ってなかったんですけど、若干の酸味があるんですよ。乳酸発酵の酸味だと思うんですけど、このホイコーローにもその少しの酸味がアクセントになってて、味に広がりというか深みが出てますね。やっぱり本物の甜麺醤ですから料理のレベルが上がってるような感じがします。今回はカメラマンのボブさんに撮影してもらってるんで、ボブさんにもちょっと食べてもらいます。ありがとう。どうですか？いや、美味しい、美味しいっていうねコメントもあれなんですけども、とても美味しくてね、こういう味が家でも出るんやね本物の甜麺醤、これのパワーが効いたんじゃないかなと思います。ああ、本物の甜麺醤のパワーが効いてるからこんな味が出るんだっていう風に感じてもらったわけですね。はい。なるほど。ですかね。いやその通りだと思います。僕も自分で作っておきながらこんな味が出るんだって思いましたよ。いや、2つね A と B で比べてねやったわけじゃないんやけども、ただもう美味しいという、そういう風な思いでございますありがとうございます。あと妻にもちょっと感想を聞いてみようと思います。どうでしたか？めっちゃ美味しかった、やっぱりまろやかな酸味は最初に感じられるし、それによって深みが増すっていうのも全く同感で、いやーめちゃくちゃ美味しかった。また作ってまた作ってって言われましたそんなわけで大満足の出来ですね。本物の甜麺醤はこれを多くの人に知ってもらいたいですね。というわけで今度は甜麺醤を使って北京ダックを美味しくいただきたいと思います。それはまた別の動画で発表しますんでお楽しみにお待ちください。今回の動画が面白いとかためになったって思ってくださった方はいいねとチャンネル登録をお願いします。他にもブログ、ツイッター、インスタグラムもやってます。ブログは10年以上やってまして、今までの全ての情報がブログで見れますんで、今まで投稿した動画も全てブログの方行ったら見れますんで、興味のある方は男中村で検索してみてくださいね。はい、今回は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。